日本全国から集まったスターの原石たちで競い合うサバイバルオーディションガチダン。ダンス審査、ボーカル審査、演技審査、ストリートライブ、過酷な試練を経て勝ち残った10名の候補生。そしてレコード会社が決定しました。ユニット名を皆さんご自身に考えていただきたいと。密かに進行するメジャーデビューへのプロジェクト。今夜のガチダンは重大発表目白押し。スター育成ガチンコドキュメンタリーガチダン。今週も始まりましたスター育成ガチンコドキュメンタリーガチダン。この番組は時代の主役になれるスターを発掘番組でございます。見事最後まで残ったメンバーはメジャーレーベルから即デビューが決まっております。すごい。さて前回はガチダンメンバーたちが路上ライブに挑戦いたしましたけど、なかなかしんどそうな環境で。いやあれはね。片方はなんか売れないと思うっていうのをはっきり言われてましたね。はっきり言われてました。あんまり応援したくない的な意見ありましたね。言い過ぎじゃねえかと思いましたけど、そんなことあるから。5月中旬、都内某所。集合をかけられた10名の候補生。あ、髪の色変わってる？実はこの日、彼らの運命を大きく左右する重大発表が。今回からこのメンバーに敗者復活戦を勝ち上がってきた候補者2名を迎えたいと思います。重大発表その1、敗者復活戦から候補生が参戦。実はこれまで審査で落選してきた候補生たちはそれぞれ復活をかけて SNS で敗者復活戦を行っていた。そこで勝ち上がってきた2名とは。失礼します。失礼します。モーニング娘。に憧れてる人ですよね。アイドルになりたいです。君の理想とするアイドル、好きなアイドルさんは誰？モーニング娘。さんが好きです。ああ、そうなんだ。山本涼がモーニング娘。に憧れてオーディションに参加。演技審査まで勝ち残るも運に見放されて脱落。一番頭に浮かんだのはやっぱり母の顔なんですけど、やっぱり恩返ししたかったんで。2人目は高橋健太。同じく演技審査で脱落。自慢のコミュニケーション能力を生かし SNS での活動で勝ち上がってきた。もう次に本当にもう落ちるつもりはないので、逆に落とす勢いでいくので、僕は皆さんとの間に多分ブランクもありますけど絶対に勝ちに行きます。あ、かますね。で、あの時に流したのは悔し涙だったので、今度この場所に戻ってこれた以上は皆様とは一応ライバルという形で挑ませていただきたいなと思っています。2人の参加に対し10名の候補生はやっぱ上がってきただけあって前とはなんかちょっと雰囲気違うかなって思いました。誰が来ても自分はやるだけってずっと思ってたので、いや特に何も思わなかったです。彼らには経験できてないことを僕らはさせてもらってるので、ぶっちゃけて言うと感じてないです。かっこいい柴田君。そんなさまざまな思いが交錯する中、2つ目の重大発表が。来たる6月21日、皆さんの自分たちのオリジナル曲を持ってライブを行います。重大発表その2、オリジナル曲で6月21日ライブ開催。突然の発表に事態が飲み込めない候補生。そんな彼らにさらなる発表が。皆さんがお世話になるレコード会社が決定しました。重大発表その3、候補生の所属レコード会社が決定。早い。どこ？弱小レベル？弱小とか言うな。本日はそのレコード会社に呼び出されているのだ。彼らが連れてこられた場所とは。はい、じゃあこちらが
皆さんが将来的に、所属するユニバーサルミュージックです。ユニバーサルミュージック。日本を代表する多くの有名アーティストはもちろん、ジャスティン・ビーバーやテイラー・スウィフトなど世界的なビッグアーティストが所属する世界最大規模のレコード会社。そう、彼らはこのユニバーサルミュージックからデビューすることが決定したのだ。ユニバーサル。すごい。僕と一緒です。すごい。入り口で鳥肌立ってしまって、みたいな。うわ、でかいなと。ただ名前もでかいし会社もでかいし、もうでかいなとしか思えなくて。何もわからぬまま呼び出された候補生たちを待っていたものは、今回このガチ団から出た皆さんの中からのメンバーのグループを、うちのレーベルで、デビューすることになりました。最後まで 100% 以上の 200% ぐらいな気持ちでぜひ臨んでいただいて、皆さんの中から選ばれた人たちと一緒にできることを楽しみにしてます。そして、本日ですねお越しいただきました理由がもう一つありまして、皆さんがメジャーデビューした際の、人生かけて背負っていくユニット名を皆さんご自身に考えていただきたいと。重大発表その4、ユニット名を自分たちで決める。まさか俺らがびっくりしたよ。僕たちの決める。でもこれ自分たちで決めて意見出した人が落ちる可能性もありますよね。そう。名前だけ決めて。名付け親がね。それぞれ思い思いのユニット名を挙げていく候補生たち。およそ3時間にもわたる長い話し合い。そうして決まったユニット名は、みんなの意見とかを聞いて、はい、スクランブルガムという名前になりました。スクランブルは完成みたいな感じで、ガムはがむしゃらのガムで、そのレーベルも決まってグループ名も決まって、でも本当に準備は着々と進んでるんで、今本当楽しみな気持ちがいっぱいです。早く僕自身スクランブルガムですって名乗ってみたいです。レコード会社やユニット名が決定し、着々とデビューに向けて動き出す。そしてここでさらなる運命の発表が。それでは早速次の審査に参ります。次の審査はこの12名を2チーム6名ずつに分かれて戦っていただきます。はい、A チーム辻君。はい。A チーム2人目本田君。はい。審査内容も伝えられぬまま突然始まったチーム分け。 A チーム辻、本田、阿部、浜野、矢作、高橋と堅実派が、対する B チーム山本、浜川、川村、石川、荒、石渡と個性派が揃う。このチーム分けで今度は一体何を。今後デビューに向けて行われる全ての審査をこの2チームで競い合っていただきます。つまり最終的に勝ち残ったチームがデビューとなります。重大発表その後、ユニットメンバー決定。今後はこの2チームで競い合い、勝った方がメジャーデビューとなる。果たしてメジャーデビューを勝ち取るのは。さあ今回かなり物語が進みましたけど、まず山本君、高橋君の2名が敗者復活から、こちらのメンバーに帰ってまいりましたけども、そんでね、所属レーベルがまたでかいところ、ユニバーサルさんですか。スクランブルガム、スクガムとかになっていくのか。略してデビューするとこの名前でデビューします。もうこれ決まりです。スクランブルガム。
フワオ。なんと実はもう曲も出来上がっていると。早す。そう8月22日に発売開始、 CD の先行予約受付も開始されるようです。詳しくは番組公式ホームページをご覧ください。はい。かも。いや A チームと B チームですもん、雰囲気あまりにも違うんだからさ、曲はまだ決めない方がいいんじゃない？なんか確かに A チーム落ち着いてるけど B チームほんと濃いな。なんか石川君も手叩いちゃうし。そう問題量多いのよ B の方が。大丈夫？チーム分けが行われ初めて挑む審査。候補生が集められたのは都内の体育館。今回の審査からその結果が直接デビューへとつながってくる。今後デビューに向けて行われる審査方法は3つ。1つ目は番組での審査。これまでのダンス審査やボーカル審査のように番組から課せられた課題で勝敗を決める。2つ目は SNS 審査。候補生が個々で展開している SNS のいいねなどの評価の数で勝敗を決める。3つ目はライブ審査。6月21日に行われるライブでチームごとにパフォーマンスを披露し、どちらがデビューにふさわしいか来場したお客さんの投票で勝敗を決める。最終的にこれら3つの審査で勝利数が多いチームがメジャーデビューとなるのだ。そして行われる最初の番組審査は今回行うのは皆さんの身体能力を見極めるためのフィジカル審査。歌いながら踊るというダンスボーカルチームにとって必要不可欠な体力と精神力、そして連帯責任を競う。今回行う競技は5種目。チームごとの平均を算出し、その記録が高いチームが勝利となる。さらにこの審査内容は候補生には知らされていないある仕掛けが隠されている。とここで審査の前に衝撃の情報が。 A チームの浜野くんですが、レッスン中にちょっと足を負傷したと。なんと A チーム浜野が怪我。この後フィジカル審査スタート。体力の限界に挑戦。そしてこの審査に隠された真の意味とは。しんどすぎる。今の準備体操ってこと？今回絶対よし。よし。せーの。デビューを見据えたチーム分けで行われるフィジカル審査。しかし A チーム浜野の怪我が発覚。急遽チーム内で話し合いが行われる。果たして浜野の選択は。周りの5人が自分の分まで引っ張ってくれると言ってくれたので、今回は参加しません。お願いします。疲労骨折みたいな本当に結構重症っていうのは聞いていたので、ずっと無理はしないでねっていう話をしてたんですけど、今回こういう審査があるっていうのはもう全然分かんなかったので。ということで A チームは浜野抜きの5人で戦うことに。最初の種目は 50m 走。今回は 25m を折り返して走る。挑戦するのは A チーム本田、 B チーム石渡。ストリートライブでは共にリーダーとしてチームを引っ張ってきた2人。位置について用意ドン。頑張れ。勝てる気しかしなかったんで、ちょっと圧勝でした。ありがとうございます。みんなに迷惑ちょっとかけちゃったのを次で挽回できたらなと思います。続いては敗者復活戦を勝ち上がってきた高橋と山本の対決。はい、
この勝負は A チーム高橋が勝利。結果は A チーム平均7秒89、 B チーム8秒33で A チームの勝利となった。続いて第2種目は 800m 走。全員で一斉に走り、個人タイムをチームごとに合算、その平均で競う。ペース崩さず、とりあえずでもう息かあと呼吸か。呼吸大事だし、あともう人のペースに合わせると自分のペース乱れちゃうから、とりあえずもう自分のペース。はい、じゃあ絶対に次も勝ちに行くんで、よろしくお願いします。で、遅い人全然速い人の後ろについた方が絶対有利だから、後ろついていける感じ。行くのが得意なんです。できるできる。勝とうぜ。絶対勝つよ。絶対勝つ。頑張ろう。いけます。よし。頑張るぞ。せーの。ゴー！位置について。用意。ドン。スタートと同時に駆け出したのは B チーム浜川、石川。山本君すでにもう遅れ取っちゃってて。本当しんどそうだな。ゴール直前、これまで浜川の後ろをぴったり走っていた石川がラストスパートをかけ逆転。最下位を争うのは敗者復活戦で上がってきた山本と高橋。ナイスナイス。グッドグッド。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。自分ダンスも歌もやってなかったんで、自分にできることって何かなって考えた時に、やっぱり体力の面とあと根性の面しかないんで、そこだけでも貢献できればなと思う気持ちで走りました。 800m 走の結果はこちら。 A チーム平均2分41秒、 B チーム2分36秒。 50m 走で1位2位となった B チーム石川、浜川が 800m 走も制し勝利。一方 A チームは高橋が最下位となり足を引っ張ることに。第3種目、上体起こし。1分間で何回行えるかを計測、チームの平均で競う。めっちゃいい。いいよ、めっちゃ綺麗綺麗。ここで意外な活躍を見せたのが A チーム阿部。38。以前の放送では頑張れ。39。阿部がやばい。こと筋力に関しては阿部やばいという評価を受けてきた。しかしここに来て奇跡の大健闘。結果は阿部が96回という大記録を打ち立て、平均値も B チームを大きく引き離し勝利した。どれぐらいチームで頑張れるかっていうのを自分たちの力つけていきたと思うので、次も全力でやっていい結果を残せるように必ず勝ちます。第4種目、鉄棒ぶら下がり。1番手は両チームの体力自慢、石川、本田による勝負。まだ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 。まだ行きましょう。伸ばそう。余裕だよ。しゃあ、格闘技チーム。いけるいける。おデビューするんだろ。いけますいけます。いけるまで。サンキューサンキュー。僕がぶら下がっている時は自分のデビューのことももちろん頭によぎったんですけども、他のメンバー5人の人生もかかっているので、絶対みんなでスターになろうって、そういう気持ちでぶら下がってました。結果は B チーム石川が2分30秒超えを記録し、チームを勝利へと導いた。やっと首の皮一枚つながりましたね。ほっとしてます。最終種目、
反復横跳び。ここまでのチーム成績は2勝2敗。果たして勝つのは。各チーム最後の最後の力を振り絞り、デビュー獲得のため勝負に挑む。最終種目反復横跳びはわずか1回差で辛くも B チームの勝利。これによりフィジカル審査は3勝2敗で B チームが勝利した。メジャーデビュー獲得のため持てる力を全て出し切った両チーム。ここで今回の審査の本当の狙いが発表される。実は今日のフィジカル審査、これで終わりではありません。本番はこれからです。皆さんには過去の自分に勝つことができるのか、これから先ほどと同じ5種目をもう一度一からやっていただきます。うわ、しんどすぎる。今の準備体操ってこと？しかも更新しなきゃいけないって結構。うわ、嫌だって。つまり全く同じ5種目にもう一度挑戦し、1回目の記録をどれだけ超えられるか、過去の自分を超えられるかを測る審査だったのだ。次はもう自分のメンタルというか、そういうのを強く持って全力で挑みたいと思います。俺個人だけど本当これってすごいいい機会だなって思ったの。こんなにだって根性を試される機会なんて人生でないから、自分たちにとっては本当にいいと思う。これはもう自分を超えるチャンスだから。それでは改めて 50m 走2回目。戦うのは A チーム本田、 B チーム石渡。1回目の挑戦では本田は7秒93、石渡は9秒72を記録した。果たしてどれだけ過去の自分を超えられるのか。本田7秒63、1回目との差0秒30。対する石渡は8秒01で記録自体は本田に及ばないものの、チームの勝利に大きく貢献した。やっぱり7秒台にはいたかったなって気持ちが強かったので、仲間たちが僕以上に頑張ってくれると信じているので、僕のチームは勝ちます。ありがとうございます。2組目 A チーム高橋、 B チーム山本。高橋がプラス0秒15、山本がプラス0秒10と両者とも記録更新ならず。結果は A チームが0秒18を更新、 B チームが0秒22を記録更新し B チームが勝利となった。そして次回フィジカル審査後半戦、疲労し極限の状態で挑む両チーム。メジャーデビューのため過去の自分に打ち勝つ。ただいまガチ団では候補生の審査の一つ SNS 影響度バトルを展開中。4つの SNS でメンバーが順位を競い、最終順位に対応するポイントの累計で勝敗が決まる。そして来たる6月21日、チームの勝敗を決定するライブイベントを開催。来場者による投票数がチームの命運に大きく影響。詳しくは番組ホームページ SNS をチェック。今週のピックアップアーティストはツインダンスボーカルユニットスラッシュ。
最後の諦めない。やっぱ諦めちゃってるイメージは俺には。腹筋にしろ、その800メートルにしろ全部がね、みんなで、誰か一人だけがぶっちぎりじゃないの。みんなでね、最初言ったでしょ。全部勝つし、みんなでゴールするし、自分らしく勝つの本当もうフルパワー。さっきの懸垂のそれはわーっていうのはあんま良くないかな。でもあれなかったら持っていきたいし、でも家は家らしく言ってほしいから。緩んでたと思います。そう、ちょっと確かに俺は気が緩んでた。もっとバチバチにやるべきだった今だけは。差なんかないし、ケロからさ、言うけど差はないから、やる。今までちゃんとやってきたけど、それ以上とかね、レシーや。もっとできるね。できる？声出してちゃんと。そう。ケンタ何しにここまで来たの？デビューしに来て。俺らも絶対そうだから。まず帰ってきてくれたわけじゃん。そう、熱量負けまくってるから。みんなでもちゃんと頑張ったけど、今の1回目の頑張りよりも絶対だからさっきの自分たちは全部本当に超えていかなきゃいけないから、さっき以上に本当に声がしたからやっぱり個人だけどチームだから、そこは本当に忘れずにいくのと、今後も出し切ってからが勝負になってくるから、全ての活動に関して全部出し切った後にもう1ライブできるかとか、そうれぐらいの体力がないと。俺個人だけど本当これってすごいいい機会だなって思った。こんなにだって根性を試される機会なんて人生でないから、自分たちにとっては本当にいいと思う。これも自分を超えるチャンスだから、しっかり掴んで自分一人じゃこんなに追い込めないから、俺ら1回目勝ったけど、そんな甘いもんじゃないんで、今回は、俺らのキャラも出しつつ、自分超えていこう。せーの。